車の増車がしたい。はい、皆さんこんにちは。あきチャンネルのあきです。いやーね、真正面ってなんか緊張しますね。今日はですね、サムネでも分かってる通り、僕の YouTube の収益初公開っていうことで、発表したいと思います。で、その発表する前になんですけど、皆様に、謝らないといけないことがあります。僕ですね、YouTube の収益はほぼ全てインプレッサーに使ってる感じなんですよ。ただ今回ちょっと使わなかったことがあるんです。それ何かというと、はい、これですね。レシートなんですけど、はい、レシートです。これぐらいあります。このレシートなんですけど、はい、僕の身長よりかなり高い位置までレシートが伸びる状態のものがかける3ありますかね。はい、ということで今日はこれを練りながら収益発表したいと思います。では最後までよろしくお願いいたします。いやもうマジでめちゃくちゃ長いんだよ。はい、今回僕が購入したものは、はい、ねるねです。はい、70個ですかね。これ誤解のないように言っておきますね。僕、ねるねを単体で70個大人買いしたわけじゃないんですよ。最近ローソンさんでチュッパチャップス1個買うと、ねるねが1個もらえるよっていうキャンペーンをしてたんですよ。それをちょっと嫁から聞いてからですね、いっぱい買ったらいっぱい来ました。僕が変わりましたね。これはあれですよ。こんな素晴らしい商品を作ってるクラシエさんと、素晴らしいキャンペーンをしてるローソンさんと、その情報をリークした嫁のせいです。僕は悪くない。で、今、69個しかないんですけど、はい、1個試しに食べました。美味しかったです。で、今回はこいつを練りながら収益発表していきたいと思います。では早速やっていこう。で、普通に練ってもまあ、ね、こんだけあるからですね、なんか、物足りないじゃないですか。ということで、はい、半自動溶接機が飛び出してきたんですけど、まあ気にせず収益発表をしていきたいと思います。で、僕のチャンネル、あきチャンネルは2023年の9月に収益がスタートしてました。ということで、振り込みされたのは10月からになります。なので、2023年の10月からの収益を発表していきます。ちなみにこの動画はねるねを必死こいて寝るためにアフレコで撮らせていただいてますんで、ご了承ください。で、今回はもうついでなんで、月々の再生数の発表もついでにやっていきたいと思います。じゃあ10月からいきますね。2023年10月の再生数が61万5188回再生。で、僕のチャンネルの初給料というか初収益は1万304円でした。本当に皆さんありがとうございます。もうこの時ね、めちゃくちゃ嬉しかったんですよ。もうバタバタトミカ買いに行きました。はい、どんどん行きますよ。じゃあ11月ですね。11月の再生数が67万6837回再生で、11月に振り込みされたのは12,553円でした。どんどんいきますね。じゃあ12月かな。12月の再生数が38万3560回再生で、振り込みされた金額は1万199円でした。ちなみにちょっと YouTube とかその収益系で詳しい方だったら、あれ再生数に対して楽収益低くないかって思われるかもしれないんですけど、安心してください。全部ショートでした。はい、じゃあ2024年の1月の再生数ですね。1月は12万9873回再生の1月の収益はありませんでした。そうなんですよ。Google って8000円を超えないと振り込みがないんですよ。なのでその時は8000円にね届かなかったっていうことで保留になりました。はい、ってことで2月の再生数かな。2月の再生数が15万3249回再生です。で、1月に保留になったものが2月で持ち越されたので、金額が2万930円でした。めちゃくちゃこれで2万円台いきましたからね。もううわーってなったけど、そっか1月分も入ってるんだと思いました。はい、じゃあ次3月の再生数ですね。3月の再生数が4万726回再生です。お前いきなり下がったじゃねえかと思う方いらっしゃるかもしれないんですけど、はい、ショートが再生されなくなってしまいました。で、3月の収益が8048円、滑り込みセーフでした。は
じゃあ次、4月かな。4月の再生数が29万8315再生ですよ。すごくないですか？この時はね、普通の動画だったり、ショート動画とかががっつり再生されたんですよ。で、どんな動画かというと、どうしようもない動画ですね。いや、僕のチャンネルですもん。で、収益の方が、初めて一月単体で2万円を超えたんですよ。22,709円でした。ありがとうございます。じゃあ5月かな。5月の再生数が11万1621回再生。お前4月の半分以下の再生数じゃないかって思うかもしれないんですけど、はい、多分どうしようもないっていうのを皆さんが気づいて再生してくれなくなっちゃったのかな。で、5月の収益は13,730円でした。次行きましょう。じゃあ次6月かな。6月の再生数が40万8951回再生。ほら見てみ。やっぱ良さが分かる人は分かるんでしょうね。で、収益の方が2488円でした。次は7月の再生数かな。7月の再生数が23万7881回再生です。で、収益の方が1万511円でした。次8月の再生数ですね。8月は53万4807回再生です。またショートが増えてきました。で、収益の方が1万8288円でした。次じゃあ次9月かな。9月の再生数が11万3486回再生です。はい、またショートが消えました。で、9月分の収益が1万5505円でした。次10月の再生数ですね。6万4167回再生です。ショートって何だったんだろうね。で、収益の方が1万5374円でした。次で11月の再生数ですね。8万1446回再生。収益の方が2万2559円でした。なんでお前多くなったんだって話でしょう。ショートが再生されない代わりに通常動画が再生されたからだと思います。詳しくは知らないです。はい、あれからだいぶ練ったんですけど、ふわふわ感がだんだんなくなってきそうだったんで、これぐらいで終わってます。どうですか美味しそうじゃないですか。やばいでしょ。やべえ。チップは全部使うんですけど、この容器にちょっと入れていきたいと思います。グラインダーでやる関係で若干ですね、ズボンに散ったんですよ。なのでちょっと着替えました。皆さんはですね、グラインダーなんかでねるねは絶対に練らないでください。むしろあんまり変わんなかった。もうそのズボンちょっと舐めさせていただきたんですけど、嫁が見つけたら発狂するでしょうね。はい、ちょっとライトアップしてみましたよ。めっちゃ美味しそうなんだけど。ね、こいつを。なんか贅沢いただきます。うまい。ずっと多分この絵面だと思うんですよ。アフレコに切り替えて、ちょっと倍速にしていきます。で、なんでわざわざグラインダーで練ったかというと、通称グラインダー日記って僕は言われてるので、その選択肢しか僕の頭にはなかったですね。そのために溶接機まで買った。ちなみに溶接機は僕のお小遣いで買ってます。なので収益はノータッチなんですよ。今回僕は本当に、ねるねというか、チュッパチャップスだけ収益を使わせていただきました。はい、もう本当に申し訳ございません。いや、もう子供の時からの夢でしたからね、ねるねお腹いっぱい食べたいよなーみたいな。それを YouTube の収益で叶えさせていただけるとか、もう本当皆さんにはもうキュンキュンします。で、今回何個練ってるかというと21個練ってます。で、事前に1個食べてるんで、僕は今回22個食べてます。で、なんで22個かというと、ねるねって1個あたりが91キロカロリーなんですよ。で、男性の平均の、摂取カロリーというか、あれが2000キロカロリーから2200キロカロリーかな。ちょうど22個ぐらい食べたら、1日何も食べんで食いつなげるなと思って練ってみました。はい。それだけの理由です。全部70個練ってもよかったんですけど、それをやってしまったらね、後でスタッフが美味しく召し上がりましたとか、僕スタッフいないんですよ。で、嫁ねるねあんまり好きじゃないんですよ。で、子供もあんまり好きじゃないんですよ。作るのは好きみたいなんですけど、僕が食べるしかないので、ね、食べれる量をやっぱ作らないとね、食べ物は粗末にしちゃいけないですからね。ということで、完食するまで収益を発表していきます。で、12月の再生数が5万870回再生で、収益の方が1万7401円でした。次。で、いよいよ2025年1月の再生数です。今年ですね。今年の再生数が4万4746回再生で、収益の方が
16,718 円でした。次、2月ですね。2月の再生数が 88,686 回再生で、収益の方が 21,376 円です。次、3月の再生数が 68,949 回再生で、収益の方が 21,151 円でした。次、はい、次4月ですね。4月の再生数が55万1655回再生です。急に上がったじゃないかと思うかもしれないんですけど、いや、そうなんですよ。これですね、確かシンさんのプレゼント動画をショートで切り抜いて、それがプチバズりしたって感じです。なので再生数がかなり上がってます。で、4月の収益は僕のチャンネル史上最高金額です。4882 円でした。もう本当に皆さんありがとうございます。もうこの時はもう本当に嬉しくて、4万円じゃんと思って、そのままパワステのオーバーホールの動画が控えてたんですよ。ちょうど5000人記念手前ぐらいだったんで。なのでパワステポンプの中古を買うと、一瞬にしてなくなりましたね。ということで次。はい、5月は77,996 回再生です。あのプチバズりはどこに行ったんだって話なんですけど、どっか行っちゃいましたね。ということで収益は 28,297 円でした。次。はい、次は6月かな。6月が 67,874 回再生で、収益の方が 2802 円でした。次。はい、次が最後かな。7月分なんですけど、7月の再生数が 57,975 回再生で、収益の方が 2355 円でした。一応これ収録というか動画撮ってるのが8月の上旬なので、まだ Google から8月分の収益が振り込まれてないんですよ。もう収益は分かってるんですけど、振り込み金額を言わないとダメっていうことなので、ここまでになってます。ちなみに、今までの収益、僕が3年半ぐらい YouTube でもらった合計金額は38万7180円になってます。本当に皆さんありがとうございます。まるっと2年ぐらいか2年ぐらいやってるんですけど、もうね、こんだけもらえることができて、でね、動画を見る限りもうそろそろからかな。ちょうど食べ終わりましたね。はい、ごちそうさまでした。もうタプタプですよ。完食しました。まだジャリジャリ言ってるよね。こんな動画見たいよっていう方はですね、一生ないと思いますけど、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。いや、5個までにした方がいいよ。もうほんとね、もう見たくないもん。切ったね。はい、片付け終わりました。いやー、すごいっすね。で、僕は今まで YouTube で、1000人とか2000人とか3000人とか、なんかそこら辺の目標とかはあったんですけど、なんかそれ以外の目標ってあんまなかったというか、なかったんですよ。なので僕1000人になった段階で YouTube やめようって思った時もあったんですよ。なんですけど、今まで楽しみながら頑張ってきたことなので、正直あんまりやめたくはないじゃないですか。少なからず皆さんも楽しんで見てくださる方もちょこちょこはいると思うんですよ。ちょこちょこですけど。なので、YouTube というか、これはなんだろう、夢みたいなことになるんですけど、っていうかね、なんかゴミの前で夢を語るのもあれなんで、ちょっと場所をチェンジ。はい、ちょっとど田舎なんでセミの音うるさいんですけど、ちょっと外に出てきました。で、人生の目標というか夢というか、YouTube やってるからというよりは、今後の本当夢というか、ぜひ叶えてみたい夢っていうのを YouTube という場で伝えたいと思います。その夢何かというと、車の造車がしたいんです。そう、車の造車がしたい。で、その車何かというと、マツダ RX-7FD3S に乗りたいというか、所有したい。僕実は8年前ぐらいにインプレッサーが壊れた時があるんですよ。で、壊れた時にどうしよう、乗り換えなのかなっていうか、セミが本当にうるさいね、乗り換えようかなって思った時があって、その時に見積もりをもう頻繁に取っていたのがマツダ RX-7 の FD なんですよね。でプラス、僕が免許取り立て一番最初に行ったディーラーさんマツダなんですよ。でマツダで僕何言ったか、RX-7 ないですかって言ったんですよ。やばいでしょ
当時2008年かな、2008年なんで、2002年とか3年ぐらいにもう廃盤というか生産中止になった車で、新車でないですかってお伺いをディーラーに立てました。はい、もうバカですね。はい、もうそんな感じのやつなんですよ。僕のチャンネルを見てくださってる方はね、どういう車なのかっていうのは分かるとは思うんですけど、 RX7 に乗りたいんです。無理やりでも買おうと思った時もあったんですよ。ただその時はやっぱりね、5万キロに1回できればオーバーホールだったりとか、あとめちゃくちゃ気を使う車だったり、もうメンテナンス地獄とか言われてますけど、あと燃費も悪いしね、税金だって当然高いし、当時というか今もなんですけど、お金が全くない状態の僕はもう乗れた車じゃないって思って諦めたんです。今現状で家族がいて、家のローンを抱えて、子供が3人いて、車の増車がしたい、しまいにはファミリーカーじゃなくてスポーツカー、ピュアスポーツに乗りたい、もうバカすぎるって思うんですけど、もう常識もないなと思うんですけど、こういった夢とかはですね、もう言葉に出した方が実現の可能性が増えるっていう風に僕は思ってるので、皆さんにご報告させていただきました。99% 無理な話かもしれないんですけど、インプレッサと RX7 でこう DIY チャンネルみたいなのやりたいなっていう風に、はい、僕は思ってます。これはなかなか達成できることじゃないと思いますので、とりあえず1万人チャンネル登録者数今5400人超えました。本当に皆さんありがとうございます。超えさせていただいたので、次は1万人で、いつかは RX7 増車夢見て、頑張っていきたいと思いますんで、もう本当こんなバカみたいなチャンネルなんですけど、もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では今日はここまでですね。あきでした。バイバーイ。さあ楽しんで頑張っていくかね。ねるねるねるで作っただけなのにこんなになるってやばいよな。練れば練るほど色が変わって、こうやってつけて。うまい。練っておいしいねるねるね。